日本語で話しかけたのに、相手が英語で返してきた時のあの感じ。ああれはちょっと来る。日本語通じてなかったのかなって急に自信がなくなるんですよ。でも実は日本語力の問題じゃないことが多いんだよね。へえ、そうなんですか？うん。正しい日本語と友達になれる日本語はちょっと違うんです。確かに、教科書通りに話してると、なんか距離ができちゃう感じありますよね。今日はその距離を縮める言葉を一緒に見つけていきましょう。改めまして、ななみです。たくみです。今日もゆっくり話していきましょはい、よろしくお願いします。今日のテーマ、すごく共感します。う。リスナーの皆さんの中にも同じ経験をした人、きっといると思うんだ。実は今日、3つのフレーズを紹介するんですが、そのうちの一つは、使い方を間違えると逆効果になることがあるんだ。へえ、それ最後まで聞かないといけませんね。そうだね。順番に話していこう。たくみさん、私が最初に日本人の人に話しかけた時のこと、今でも覚えてるんです。どんな感じだった？コンビニで店員さんに一生懸命ありがとうございますって言ったんですけど、なんか会話が広がらなくて、でも、ありがとうございますは正しい言葉だよね。丁寧だし、問題ないはずなのに。そうなんです。だから余計に何がいけなかったんだろうってわからなかったんです。実はそれが多くの学習者が気づいていない一番最初の壁なんだ。どういうことですか？正しい言葉は会話を終わらせることがある。温度のある言葉は会話を始めるんだよ。温度のある言葉？うん。ちょっと例えを使うとね、ありがとうございますは、きれいに包まれたプレゼントなんだ。プレゼント？でも、中身が何も入ってない箱。礼儀正しいけど、相手に何も残らない。ああ、確かに受け取った側はどうもで終わりますよね。そう。友達になるためには、プレゼントの中に何かを入れる必要があるんだ。その中身が今日の3つのフレーズということですか？まさにそれ。しかも、この3つはバラバラに使うものじゃなくて、バラバラじゃない？うん。一つ目がドアで、二つ目が温度で、三つ目が未来なんだよ。システムみたいなものですか？そう。順番に使うことで初めて機能する。一つだけじゃ足りないんだ。じゃあ、最初から順番に教えてください。はい。一つ目は、それ、どこで買ったんですか？あ、シンプルですね。シンプルだけど、ここには心理的な理由があるんだ。心理的な理由？日本人はね、自分の話をするのが少し得意じゃない人が多い。確かに、自分から私はねって言い始めるより、聞かれた方が話しやすいですよね。そうなんだ。どこで買ったんですかは、相手に話す許可をあげてる言葉でもあるんだよ。あー、なるほど。
相手が主役になれる質問なんですね。でも、ここで一つ気をつけてほしいことがあって、何ですか？この質問の後に、ただ、へえ、そうですか、で終わらせちゃう人が多いんだ。ああ、それ、私やってたかもしれないです。そうすると、せっかく開いたドアが、また閉まっちゃうんだよね。じゃあ、その後に何か続ける必要があるんですか？答えを聞いたら、必ず一言だけ感想を加える。わあ、いいですね。でもいい。それだけで全然違う。練習してみてもいいですか？もちろん。たくみさん、そのキーホルダー、どこで買ったんですか？あ、これ京都の小さいお店でね。京都、いいですね。行ってみたいです。ほら、会話が続いたでしょ？京都に行ってみたいまで広がりましたね。そうなんだ。最初の質問が小さくても、感想を加えると、どんどん広がっていく。でも、これだけではまだ友達という感じはしないですよね。そう。ドアは開いた。でも、まだ入り口にいる状態。二つ目のフレーズで、初めて部屋の中に入れるんだよ。じゃあ、二つ目はどんなフレーズですか？二つ目は、それ、すごくわかります。正直に言うと、ちょっと弱い気がするんですけど。あ、そう感じる人、実は多いんだよ。わかりますだけだと、なんか表面的な感じがして、その感覚、正しいんだ。問題は言葉じゃなくて使い方にある。使い方？すごくわかりますの後に何も加えないと確かに弱い。でも自分の経験を一言加えるとどう変わるんですか？相手は急にこの人は私を理解してくれた。じゃなくてこの人も同じ人間だと感じるんだよ。同じ人間だ。それは全然違いますね。うん。共感は同意じゃなくて同じ場所に立つことなんだよ。本当は。じゃあ、例えば、相手が最近仕事が忙しくてって言ったとしたら、そこで、それ、すごくわかります。私も先週全然眠れなかったので、みたいに。あ、具体的な自分の話が入るだけで全然違いますね。そうなんだ。短くていい。一文でいい。でも、自分のことが入ると、共感が証拠になるんだよ。共感の証拠。なるほど。あとね、これは少し意外な話なんだけど、何ですか？すごくわかりますを使いすぎると逆に信頼を失うことがある。へえ、それは知らなかったです。どうしてですか？何でもわかりますという人は本当に聞いてるのかなって思われることがあるんだ。ああ、口癖になっちゃうと逆効果なんですね。そう。だからこそ本当に共感した瞬間に自分の経験とセットで使う。それが大事なんだよ。
タイミングと自分の話を一言加える。この二つが揃って初めて機能するんですね。その通り。そして、ここまで来たら、ドアは開いて、部屋の中に入った状態。三つ目は、もうここからどこかへ連れて行ってくれる感じですか？そうなんだよ。そして三つ目は、一番シンプルに見えて、実は一番難しいフレーズなんだ。じゃあ、最後の三つ目。これが一番気になります。三つ目は、また話しましょう。シンプルすぎませんか？正直、拍子抜けしました。そうだよね。でも、これを言える人って、実はすごく少ないんだよ。どうして少ないんですか？難しい言葉でもないのに。会話が終わる瞬間って、みんな少し焦るんだよ。緊張してると、早く終わらせたくなりますもんね。だから、さようならで終わってしまう。そうすると、その会話は完結しちゃうんだ。完結。つまり、次がないということですか？そう。また話しましょうは、終わりではなくて、続きの予約なんだよ。続きの予約。その表現、面白いですね。そして、ここが意外なポイントなんだけど、日本人はこの言葉を自分から言うのが実は苦手な人が多い。奥ゆかしいですよね。そうなんだ。もっと話したいと思っていても、それを言葉にするのを遠慮してしまう文化がある。じゃあ、学習者側から言うと、相手が心の中で思っていたことを代わりに言ってあげることになるんだよ。それは、すごく嬉しいと思います。私の気持ちを分かってくれた、みたいな感覚がありますよね。そうなんだよ。だから、また話しましょうは、ただの挨拶じゃなくて、あなたとの時間は価値がありましたというメッセージなんだ。それは、どんな文法の正しさより、ずっと伝わりますね。そして、この三つが揃ったとき、初めて友達になれる会話になるんだよ。ドアを開けて、部屋に入って、次への約束をする。そう。一つだけじゃ友達にはなれない。でも、この順番で使うと、一回の会話で大きく変わることがある。たくみさん、この3つのフレーズの中で、個人的に一番難しかったのってどれでしたか？正直に言うと、二つ目が一番難しかったな。意外です。すごくわかりますって一番シンプルじゃないですか？そう思うよね。でも僕、最初は使いすぎてたんだよ。さっきの逆効果になった経験ですか？そう。英語を勉強してた時、I know, I know って言いすぎて、友達に本当に聞いてるって言われたことがあってね。はあ、それはちょっとショックですね。共感のつもりが流してるに見えてたんだよ。だから、自分の経験を一言加えることが大事なんですね。そう。流暢に話せるかどうかより、この人ともっと話したい
って思わせる言葉の方がずっと大事なことがある。私にとっては、3つ目が一番難しかったです。どうして？また話しましょうって言えるようになるまですごく時間がかかって、なんかずうずうしいのかなって思ってたんです。ああ、それは日本文化の影響かもね。遠慮が美徳になりすぎて、自分も遠慮してしまう。そうかもしれないです。でも、ある時、また話しましょうって言ったら、相手がすごく嬉しそうで。それ、すごく大事な瞬間だよね。はい。友達ってこうして生まれるんだって初めて実感しました。うんうん。言葉は点数じゃなくて橋だから。その橋を渡るのに流暢さはいらないんですよね。今日のリスナーの皆さんにも、この3つのフレーズが誰かとの橋になってくれたら嬉しいな。それでは今日のベストフレーズ3選を発表します。今日の会話からぜひ覚えてほしい3つの表現です。1つ目。それ、どこで買ったんですか？相手に話す許可をあげる言葉。答えを聞いたら必ず感想を一言加えること。2つ目。それ、すごくわかります。共感の証拠として使う言葉。自分の経験を一言加えて初めて機能します。そして3つ目。また話しましょう。会話を閉じるんじゃなくて、続きを予約する言葉。この一言が友達への最後の一歩。この3つは順番が大事です。ドアを開けて、温度を作って、未来をつなぐ。どれか一つだけじゃなくて、この流れで使ってみてください。それでは最後に、リスナーの皆さんへ質問です。皆さんが日本語で話しかけたとき、一番嬉しかった反応ってどんなものでしたか？または、あの時、こう言えばよかったという場面があれば、ぜひコメントで教えてください。皆さんのストーリー、楽しみにしています。今日のポイントもすごく大切でしたね。でも実は、今日のフレーズを使っても、うまくいかない人には、ある共通点があるんです。何ですか？聞く練習のやり方が違うんだよ。聞く練習って、ただ日本語を聞けばいいんじゃないですか？実は、それが一番多い誤解なんです。誤解？聞いてるつもりでも、脳が処理してない聞き方がある。それって、私がやってる聞き方かもしれないです。多分、多くの人がそう。でも、ある感覚に切り替えるだけで、20分が2時間分になるんだ。その感覚、どうやったらわかるんですか？次の動画で、聞いてるつもりと本当に聞いてるの違いを一緒に整理していきます。知らないままだと、ずっと遠回りしそうですね。次の動画、登録して待っててね。